今回は世界最大の確認原油埋蔵量を有し、産油や鉱物資源によりかつて世界的に豊かで中南米で最も裕福な国として数多くの発展途上国が見習おうとした国だったにもかかわらず、経済が没落してしまい、国民の約 95% と4人に3人以上が過酷な貧困生活を送り、西半球で最も貧しい国となってしまったベネズエラ・ボリバル共和国の実態を見てみました。南アメリカの北部に位置し、日本の約 2.4 倍の約91万平方キロメートルの面積を持つベネズエラは、かつて狩猟と農耕を行う先住民が居住していたが、1498年コロンブスの第三航海にてベネズエラが発見されると、多くの征服者がこの地を訪れ、南アメリカで最初にスペインに植民地化されてしまうと、先住民は奴隷として働かされ、ほぼ絶滅してしまうと、労働者の代わりに西アフリカから連れてこられた黒人奴隷の輸入により、タバコカカオのプランテーション農業により発展した。その後、フランス革命の影響により19世紀に入るとスペインの力が弱まり、アメリカやイギリスの援助を受け、1821年にスペインからの独立を達成し、ベネズエラは現在のコロンビア、ベネズエラ、エクアドール、パナマ、およびペルー、ガイアナ、ブラジルの一部を含む北部の南米一帯を占める大国家、大コロンビアを形成するも、それぞれの地域の対立があり、1830年、ベネズエラ、コロンビア、エクアドールは分離し、ベネズエラはベネズエラ共和国として分離独立。独立後、大土地所有者や富裕層などを基盤にした軍事独裁政権が続くも、1914年にマラカイボで世界最大級の油田が発見され、ベネズエラは一気に貧しい農業国から石油収入のみを基盤にした南米の先進国となり、世界で4番目に裕福な国、世界で最も高い通貨となり、1950年代にはアメリカ、ソ連に続く世界第3位の産油国となった。国内でも幾度と民主化運動が起こるも軍事クーデターにより軍事独裁政権が続いたが、1958年に独裁政権反対デモが首都カラカスにて発生すると、当時の独裁者ヒメネスはドミニカへ亡命し、軍事政権が倒され民主的な選挙の結果、民主化の父ベタンクールが大統領になり、反共産主義を掲げ、1960年にはベネズエラはイラン、イラク、サウジアラビアとともに石油輸出国機構 OPEC を形成した。しかしキューバ革命の影響を受け、キューバから支援を受けていた左翼ゲリラの活動が活発になり、民主政権は左翼ゲリラと戦うも鎮圧することはできず、1964年に退陣した。その後1973年にオイルショックの影響による原油高になると、ベネズエラの経済は成長し、サウジベネズエラと呼ばれるほどバブル経済となったが、莫大なお金を手にした当時の大統領であったペラソは農業などを後回しにし、鉄鋼産業と石油産業に大規模な投資を行い、石油輸出に専念すると、国家経済の 90% 以上を石油産業に依存していたベネズエラの経済は、1979年第二次オイルショックが起きると石油価格が下落、そして石油会社の不正や腐敗、汚職事件が勃発すると経済破綻状況に陥り、国内では貧富の差が拡大し、貧困層が国民の大半を占めるようになった。そんな経済危機から抜け出そうと、1999年当時大統領であった元軍部のチャベス大統領は、反米21世紀の社会主義ボリバル革命を掲げ、ベネズエラ共和国からベネズエラ・ボリバル共和国に改名し、経済成長のために石油利益を国民に再分配するために民間企業を国家の傘下に入れ、石油資源の国有化を試みたが、しかし国有化することによって仕事の効率も下がり、外国からの投資も途絶え、国内の石油会社が次々にストライキを起こし、もともとあった国内投資の資金が外国へ流出し始めると、チャベス大統領は資金の流出を阻止しようと外国為替取引を禁止した。しかし国家の生産力が低く輸入に頼っていたベネズエラでは、為替取引を禁止された状況でもお金が外国に流出をし続け、一方反米路線を打ち出し、アメリカとの関係がさらに悪くなっていったベネズエラは、キューバ、ボリビア、エクアドル、ニカラグア、中国、ロシア、イランとの関係を強化し、アメリカのシェールオイル会社を潰すために石油輸出国機構 OPEC とともに原油価格を下げ、アメリカのシェールオイル会社を潰していくが、一度下げた原油価格の引き上げは厳しく、ベネズエラの経済はどんどん悪化し、自国の貨幣価値は下がっていき、物価だけが上昇し、チャベス大統領が癌のため亡くなり長期政権を終えた2013年では物価上昇率 40.7%、
その後チャベスの腹心であった副大統領のマドゥーロが政権を継承するも、2014年に再び原油価格が下落すると短期間に物価が極端に上昇し、通貨価値が極端に暴落するハイパーインフレーションを引き起こし、年間インフレ率が129万9724%、GDP は2014年から2020年までの期間で 74% 減少し、国民の 95% が貧困層と4人に3人以上が貧困ラインを下回る生活を送り、実質的な経済破綻状態が現在も続き、自国化した生活に国民は耐えきれず、770万人以上が亡命する国となってしまったベネズエラ。そんな異常な歴史を持つベネズエラの現在を見てみました。やばくないですか？これで50セントですよ。はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。ついにやってまいりました。ベネズエラ・ボリバル共和国、首都カラカスでございます。いや、アメリカ大陸に入ってからですね、数多くの亡命してきたベネズエラ人と話して、一度は訪れてみたかった国ナンバーワンということで、今回はですね、ベネズエラのお金事情、現在ね、ベネズエラの国内はですね、混乱状態ということで、短期間に急激にね、通貨が暴落したり物価が上昇したりというね、ハイパーインフレを起こし、現在ベネズエラは経済破綻状態ということで、今回はねその実態をね見ていきたいなと思います。ベネズエラのですねお金事情はもうほんま複雑で、いろんな国いた中で最も難関じゃないかな、9倍以上じゃないかなっていう感じなんですけど、現在のベネズエラの公式通貨はボリバルっていう通貨で、その他にもですねドル、ユーロ、あとデジタルの通貨が流通してるみたいで、素人の僕からすると何が何だか全くわからないんですけど、通貨安が起きすぎてですね、トイレットペーパーと同じぐらいの価値までそのねボリバルっていうのは暴落してるみたいです。どうしてねこのような事態になったのかというとですね、ベネズエラでのインフレは桁違いってことで、通常ハイパーインフレーションは物価上昇率 50% 以上が続くこと。例えばですね、物価上昇率 50% の場合、今月100円のパンが来月には150円、再来月には225円と上がる。しかしベネズエラでは 50% って比じゃない。2019年ではインフレ年率268万8670% ってことで、例えば100円で今買えていたパンが1年後268万8670円になってしまったと。実際ベネズエラではスーパーにね棚置きをしている間に物価が2倍に上昇してしまうという話もあったみたいで、ハイパーインフレーションの影響で、例えば前まで1000円で買えていたステーキが100万円、卵500円やったやつが10万円になったり、市場ではとんでもない数のゼロを使った計算基調支払いなどをしなければならないってことで、その手間をカットするためにゼロを切り捨てるデノミネーションが過去4回ベネズエラでは行われ、合計14桁のゼロが切り捨てられたっていうことで、14桁なので100兆円が1円って感覚ですかね。なんでもしデノミネーションしなかったら10円のガム買っても100兆円支払わないといけないっていう感覚です。もう混乱ですよね。ちなみにですね、どれだけボリバル安やったのかというとですね、2020年1ドルがですね26万ボリバルやったのに対して、2021年約400万ボリバルになったということで、約15分の1。円に例えるとですね、現在約157円ですけど1ドル、来年にはですね1ドル約2355円になると。とんでもなくないですか？想像できますか皆さん？あまりに複雑すぎるベネズエラの経済状況ってことで、地元の方にね今回現在の実態を聞いてみることに。 So like I have a question, where you can change the money dollar to bolivares? You get like let's say $5. You go to any street vendor in the street, like people who sell cigarettes, and they exchange it. Of course, they get a little percentage for giving you the cash in bolivars. What about the restaurant and all the shop? You can change the bolivares too? Yes, you can pay in dollars, and they can give you back some dollars and some bolivars. When do you use the bolivares? Whenever you are in the street, or you need to pay public transportation. Okay, or so you buy generally you pay bolivares like public transportations and some small things. Yes, small things. At the moment you can use the ATM because I hear like ATM is not working at all. Yes, it wasn't working because it wasn't worth it. You wanted to withdraw 10 million bolivars, it was half of the space in the ATM. No enough. And yeah, not enough space in any ATM. So it wasn't working. But now, with the new currencies and with the new peer-to-peer, ATMs are useful for some people who need cash immediately.
but most of people don't use 95%. You pay by digital. Yes, digital payments. Right. So what happened, like, you know, if because Bolivares is changing a lot. So if you have like $100, next yes. day can be half. Yeah, nobody wanted to have the money in the bank because if you left it there in 3 days, you will have no money. Hola, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Hola, Julie. Julius. ¿Puedo cambiar el dinero aquí o no? Sí. Okay. はい、ということで皆さん今換金したんですけど、これだけの札束になりました。皆さん一体いくらなんでしょうかということで、まずなんですけど、現在流通しているボリバル20ボリバルですね。20ボリバルを1,2,3,4,5,6,7,8,9,10枚あります。で、今回ですね、1ドル40ボリバル闇レートで交換してもらいました。公式レートは1ドル36ボリバルでございます。まあ、円はちょっとなんぼかわからないんですけど、ドルね。で、これがですね、10枚あるんで、200ボリバルっていうことで、約5ドルです。これだけで約5ドル、10枚あって5ドルっていう感じですかね。で、もしこれが、デノミネーション0を取る前の通貨であれば、今ですねこの1ミリオンがあるんですけど、1ミリオンが何枚あるかわからないんですけど、これだけの札束とこれだけ同じって感じで、これだけで5ドルでこれだけで5ドルみたいな、0をデノミネーションすることによって持つ通貨が少なくなって、これで5ドルっていう感じですかね。どんどんデノミネーションすることによって古い通貨は切り捨てられていくか、みんな使わんようになるっていう感じですかね。なぜかというと、古い通貨を使うとこれだけでかい通貨を持たないといけないから。もしですね100ドルこの通貨で交換したとしたら、この1ミリオンのやつで交換したとしたら、100ドル入れるにはこれぐらいのカバンが必要となるって感じですかね。まあちょっと分かっていただけましたかね。ものすごい頭が混乱してるんですけど、まあ現在僕が持ってる通貨はですね1ミリオンっていう通貨、これが1回デノミネーション6桁0を取る前の通貨と新しく発行された通貨って感じですかね。でもしですねボリバルがもっともっと通貨が安くなって、このね通貨では足らんってなったら、またデノミネーションしないといけないんで、また通貨が変わるって感じです。なんでインフレーションが起これば起こるほど、よりたくさんの通貨を持たなあかんっていう感じですかね。さてまずですね、ベネズエラのメトロどんな感じなのかなってね、乗ってみたいなと思います。建物はですね結構見てください、立派な感じですよね。さあメトロどんな感じなんでしょうか。まあいっぱいいろんな店があるなって感じで、こっちかね、まっすぐか。エスカレーターとかも普通にあるやん。あ、結構思ってたより皆さん見てください。ベネズエラの駅の中整ってますよ。綺麗ですよ。ホームもわお、かなり綺麗です。ほら、muy limpiaのいいの、見てください、めっちゃ綺麗です。さて皆さん来ました。これがベネズエラのメトロでございます。さっきおっちゃんに聞いたら、このねステーションも40年前にできたっていう話です。結構整ってますね。何回も言うようですけど、びっくり、サプライズ。もっともっと荒れてる感じがしてたんですけど、そんなこと全然ない。さあスリだけには合わんように行きたいですね。でもみんなカバン前向きに持ってはるわ。はい、皆さん中はこんな感じで、クーラーも効いてます。すごいクーラー効いてるとは全然思ってなかったですけど、で電車の中ではなんか売ってはる人もいますね。おい、お菓子売ってはるわ。でメトロの外からはこんな感じの景色です。いやー、快適な電車の旅でございました。1回の運賃が5ボリバルっていうことで、もしこれデノミネーションがなかったら1回電車乗るのに500兆ボリバルを支払わないといけなかったと。いやー、狂いますねベネズエラ。
建物見た感じですね、石油バブルだった時に建てられた建物がですね今も残ってて、その時から時間が止まってるなっていう感じですね、見た感じ。今からですねちょっと水をね購入してみたいなと思います。Hola, ¿tú vendes agua? ¿Cuánto cuesta agua? 25 bolívares. Ok, una agua por favor. ¿Y cuánto cuesta 25 bolívares? ¿Un dólar? Menos de un dólar, ¿no? Menos de $1 y yo te doy 10 bolívares. Ok. Gracias. こんな感じですね。チップス系もですね、いろんな種類もありますし、お菓子もですね、全般いろんな種類があるなという感じで、メントスとかもありますし、海外系のお菓子とかもありますけど、このチョコレートとかはですね、キットカットとかはめちゃくちゃ高いです。2ドルぐらい。なんで、チョコレート系は高くて、品物によって全然値段が違うなっていう感じですね。物価がね高く感じるのか安く感じるのかっていうのは国民の給料によって変わるってことで、ベネズエラのね最低賃金は2024年現在月給130ボリバルってことで、月給約3ドルから4ドル、約560円で生活しないといけない。仕事によってはねその上に政府などからの様々なボーナスがあるみたいで、経済戦争ボーナス、食料ボーナスを受ければ月に60から80米ドルになるみたいなんですけど、プラス高齢者の年金も月3から4ドルと、聞いただけでは生きるのに不可能な収入。問題なのはですね、もし2022年みたいに通貨が15分の1になってしまった時、月給560円が15分の1になるということで、政府はですね最低賃金を上げないと餓死状態になってしまうと。はい、ということで今からなんですけど、ベネズエラのローカルの人たちが食べるレストランにねちょっと行ってみたいなと思います。そうですね。はい、ということで皆さん、これがですねベネズエラのビアでございます。オラールというビアなんですけど、これで1ドルです。でもこの1ドル普通の人が、飲もうと思ったら1週間働かないとこの1本のビールが飲めないんですよ。えげつなくないですか？That's good, no? Yes. This is the most Very popular. strong. Yes, Mhm. it's the strongest. How much percent of the alcohol? 4.5? Yeah. That's nice. The light is 2 point something. So if you wanna get this food, this is how much is that? $6. So people has to work 1 month to eat this one. Yes, if no bonuses, if nothing, no other help, but the flat minimum wage, yes, That's so difficult, right? almost impossible. Impossible. That's why so many people is left Find the here. rebosque. Rebosque The or some people rebosque. left countries. Yes, Because many one guy- people got into the trap. Some people made it, and they're doing well in Chile, in Argentina, US. in Colombia, in the US. But many died on the way because they went by foot, believing in propaganda from the US, saying Propaganda, you that see? yes, saying that if you're Venezuelan, you will be a refugee and you will be able to work. The US made advertisement saying people from Venezuela, you can come. So a country that then tells most of the people in the planet don't come, and then you get invited, but at what price? The price is your life. Many people sold their properties, houses, cars, left everything thinking that it was going to be good, and it didn't. And some of them had to return to their neighbors' houses because they have no house, no car, no jobs. But actually, like in Venezuela, not so many homeless people. But like in Mexico, US, and then Colombia, there's so many. Yeah, because they have homeless a- of Venezuelans. Yeah, because they have a lot of migrants trying to cross to the United They States. take all the money and then people have to live in the street. Yeah, living in the street, and some people end up in prostitution or just doing odd jobs to survive there. So why they left the Venezuelans? Like maybe can be Venezuela life is better. Because not so many people need to at least stay in the Yeah, and street. the economy has been improving, and you can see yourself. You can check out, like, people are well dressed, Yeah. they're well nourished. You don't see skinny, starving people. You don't see people living in the street. They got stuck from the business of the US and the big company. Yes. Mafia business and Yeah, stuff. the American dream, which became the American nightmare. はい、ということで、皆さんめちゃくちゃ感謝しながら食べななって感じです。いただきます。お、こ
ご飯には、塩がめっちゃ振りかけてあるなって感じでめちゃめちゃしょっぱい感じ。もうライス&ビーンズさえあればもうどこでもサバイブできますね。うまい。はい、ということで皆さん今から支払いなんですけど、もしですねボリバルで支払うと、1食これぐらい払わないといけないって感じです。やばくないですか？これたった5ドルですよ。5ドルでこれだけです。ちょっと払ってみたいなと思います。Hermano, ¿puedo pagar con eso? ¿Cómo es esto? Sí, es $5. Bueno, chavo. まあ、ベネズエラの人がですね結構お金にルーズというかちょっとぐらい多かっても少なかったもええわっていうのが多分ここにあると思うんですよね。これだけお金計算せなあかんかっても絶対ミスるもん、こんだけの量。はい、ということで皆さん今回の宿はこんな感じでございます。1泊なんと9000円でございます。宿はですね基本的に7000円6000円から3万円ぐらいピンキリかなっていう感じで、コロンビアより全然家賃は高いですし、まあ US ほどでもないんですけど、まあドル持ってる僕からしてもなんかちょっと高いなっていう印象ですね。あとスーパーとか行ってもですねキューバみたいに品物が全然ないっていう感じじゃないんですけど、まあ日本食もありますし、醤油とかもありますし、でも物によってはめちゃめちゃ高いなっていう感じでですね、例えばこんなやつとかやったら1袋10ドルしたりですね、安いっていう印象は全くないなっていう感じです。はい、ということで皆さん今やってきたのがですねベネズエラ最大のブラックマーケットということで、ここね 2,3 キロずらーっと店並んでるんですけど、全部違法のブラックマーケットが並んでるということで、まあ、95% の国民がですねベネズエラ貧困状態ということで、メインの仕事だけでは賄えないということで、こっちではですねレボスケって言われてるみたいなんですけど、メインの仕事とは他に仕事してなんとか生計を立ててるっていうことみたいなんで、まあ、これだけですねとんでもない量のブラックマーケットがですねこうずらーっと並んでるみたいです。まあ、昔はですねものすごい治安悪かったみたいなんですけど、現在はちょっと治安回復してるみたいなんですけど、どんな感じかなっていうのね見てみたいなと思います。いやすごいな、こんだけでかいブラックマーケットは初めてかもしれないですね。もういろんなものが売ってます。飯売っとったり服売っとったり、すごい量やな。Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, papi. Sí. ¿Tú estás? ¿Tú trabajas aquí? Claro, ¿Puedo hacer la entrevista contigo? claro, ¿por qué no, pues? ¿Sí? Claro. Ok, está bien. ¿Qué Oye, vendes? aquí vendemos conjuntico de damas, chores, chemises, Ajá. canela, todo barato. Ok, una pregunta. ¿Cuánto puedes ganar con eso por un mes? Ponle 100 semanal, Ujú. son buenos. Oh, entonces está bien, ¿no? Pero tienes que amanecer, calarte el sol, tomando agua, calarte a los ladrones, a todos. Aquí todos se cala uno, la lluvia, el sol, Sí. el calor, a los fastidiosos lo que tú ves allá, que somos jóvenes. Pero No, para, aquí no es fácil, ¿oíste? pero para vivir aquí, ¿cuánto necesitas? No, para vivir aquí necesitas robarte un banco. Bueno, estamos aquí trabajando en el Boulevard Princesa, el Boulevard del Cementerio, tratando de sobrevivir. La economía está mal ahorita aquí en Venezuela. Estamos tratando de sobrevivir, pues. ¿Y cuánto ganas por un mes? Mira, por ejemplo, hoy la venta está malísima. Hoy solamente vendió $4. Como otros días que puedo vender 20, otros días puedo vender 30, 50. Depende, pues, todo depende. ¿Y cuánto necesitas para vivir un mes? En un mes, mira, si te echo el cuento en mi casa diario, te gasto en el queso, que si falta el queso, la harina, las cosas, gasto 20, gasto 30, y si me voy para el mes, gasto unos 200, unos $300 más. Pero de verdad la situación está fuerte para nosotros los venezolanos. Toda la economía informal, todas estamos en eso ahorita. ¿Tienes hijo o hija? Tengo 4 niños pequeñitos. Es muy duro de vivir, Demasiado duro, demasiado duro. Imagínate que yo aquí diario puedo vender $20 y eso me los gasto yo por puro comprar arroz, harina, nada de salado. Porque mis hijos están pequeñitos. Sí. Mis hijos están... Tengo una hembra de 8 años y el más pequeño tiene 2 años. Todo el mundo piensa en inmigrar. Por lo menos aquí no hay venta y uno piensa, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo pienso mucho en mis hijos. Mis hijos están muy pequeñitos. Por lo menos en este año yo no los inscribí. No los pude inscribir a la escuela.
Pero ahora está mejorando, ¿no? Que antes es demasiado. No, Araba, peor. Esto no hay, aquí no se ve mejora de nada. Nada. De nada, aquí no se ve mejora de nada. Imagínate que uno piensa y uno se pone a pensar, vámonos del país porque no tenemos cómo, bueno, por lo menos yo, mis hijos, yo pienso puros en mis hijos. 見てください。ルイ・ヴィトンのベルトがなんと5ドルです。やばいな、コピーやばすぎやろ。これ絶対許可ないよ。でコピー商品とかは、中国から入ってきたりベネズエラでコピー商品作ったりコロンビアから入ってたり、聞いた話によるとイタリアとあとアラビックともかなり関係があるっていうことでそこから入ってきたりもしてるみたいです。 ¿Cuánto cuesta eso? Adidas. Esa vale $5. $5. Ah, es muy barato, ¿no? Y también eso. Ese vale $25. ¿Hecho de dónde? Aquí. de hecho de aquí. Y tengo estas salen en 8. ¿Cuánto? $8. $8. Wow, es muy barato. Esa copia, ¿no? Copiar. Sí. Sí, ¿no? Adidas とかもコピーでめちゃめちゃある感じ。Bueno. Ese Nike, ¿no? Wow. ¿Cuánto cuesta Nike? Eso vale $5. $5. Ah. Bueno. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien. ¿Cómo te llamas? Maruja. Ok. ¿Y tú trabajas con eso? Sí. Sí. ¿Y cuánto ganas por un mes? No, por el mes. A cada bolsa se le gana $1. Entonces, ¿cuánto tú ganas por un día, por ejemplo? Depende de lo que venda, ¿ves? Sí, ¿no? Porque la bolsa trae 100 caramelos y... Con 2 o 3 bolsas puede vender en un día. Sí. Son $3 al día. Ajá. $3 en un día. Ajá. Ok. ¿Y cuánto necesitas para vivir aquí? Para vivir aquí, pues imagínense, ahorita como está la situación, por ejemplo, nos da la pensión, $3.50, eso no alcanza para nada. ¿Por eso? $3.50. ¿Por un mes? Ajá, por un mes. Pues nada, ¿no? Nada, no. Y disculpe, ¿cuántos años tienes ahora? 76. Pero tienes que trabajar. Y esto no da ni para comprar veces ni para la harina. Yo no me como nada en la calle porque no puedo, no alcanza para nada. いやベネズエラに来てからですねたくさんの高齢者が道端でね働いてる姿を見ました。年金$4ですよ1ヶ月。それでなんとか生活しないといけない。物価めちゃくちゃ高いです。$4なんかもう一瞬にして消えてしまうこのベネズエラの社会で生きに行くには高齢者60、78歳、80歳にもなっても仕事道端でしないといけないというのがベネズエラの現実ですね。ベネズエラにね来てまだ間もないんですけど街の至る所ではこんな感じでですねドルが使用されてるって感じで、少し前まではですねドル持っとくだけで警察に捕まってたりしてたみたいなんですけど、僕もね専門家じゃないんですけどハイパーインフレを引き起こした国の克服方法として、ドル化すること、そこにはですねメリットとデメリットがあるみたいなんですけど、メリットとしては通貨が安定して下がったり上がったりしなかったり国際貿易をね容易にし、ドルで取引する国世界経済の舞台に参加できたりハイパーインフレのね影響を受けにくくなる。でもデメリットもありまして、アメリカにものすごい依存してしまってアメリカ次第の国になってしまう。金利の調整にも依存してしまったり、プラスね特にチャベス政権時代からの21世紀の社会主義で反米を掲げている国にとってドル化することは敗北を認める同然ってことで、なので現在もね公式通貨はボリバルっていうことみたいです。So now the people using dollars, alright? So what do you think about Venezuelan people, Venezuelan country using the dollars? Well, the state was obliged to accept the use of foreign currencies because our economy was being strangled. So better than dying is, accepting some other country's currency. But do you think good or bad? It was good because after it was accepted, everything started moving. The economy started moving. There's like a democracy and then communism. Let's say left or right. Like which one do you think is good for the Venezuela? Well, Venezuela has been doing better once we got the left. With President Chavez from 2001 to 2011, during 10 years, Venezuela was boosting. The economy was high. Once the economic blockade started, things went down. We were not prepared
but now we are getting out of the pit. So these are two different kind of informations. Like some people say, like economy is getting better now. Some people say, It's the still the same, same, yes. right? Yeah, depends on who you talk with. So like for you, it's like it's better to be with the China side than like US side. Yes. You think? Yes. Why? Every single agreement that Venezuela has made with China, it's a win-win. Okay. We get things, we get technology, they give technology, and they are not imposing sanctions. The state, Venezuela, has lots of Venezuelans studying in China to learn the technologies and bring them here. Venezuela What about the had US? Venezuela had agreements with the US for the F-16 airplanes, combat airplanes. From one day to the other, the United States said, we're not going to sell any more spare parts for those jet planes, war F-16 jet planes, because we think that Venezuela is harboring terrorism. So who are they to say that somebody is harboring terrorism? In my opinion, they are not the ruler of the world. 今までですね、経済破綻とかハイパーインフレとか言葉だけしか知らなかったですけど、実際生で見てみるととんでもないことなんだなと。特にですね、建物とか電車見とくと、40年前はめちゃめちゃ栄えてたけど急落して時間が止まったみたいなね、ものすごい虚しい気持ちになりますね。同時にね、経済が急落することによって今までに約770万人のベネズエラの人々が国外へ亡命した。僕の過去の動画でですね、ベネズエラから亡命した人々がアメリカ国境を目指して必死に行ってる動画シェアしました。詳しくは過去の動画皆さん見てください。ほんまなんかいろんなことがつながってきますね。まあでも他の国で起きてる情勢を見ることによって現在置かれてる日本の状況とかこれから起こる最悪のシナリオ、それをどう避けるべきなのかいろいろ考えさせられますね。ということで皆さん今回動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ベネズエラカラカスからでございます。アディオス。